おはようございます。今日は床の冒険という話をしていきたいと思います。どういうことかというと、賃貸物件を借りたりする場合に、床を傷つけたくない、綺麗にね、やっぱ使いたいというところがあると思っていて、で、なので床にきちんとそれをカバーするようなものを貼って使っていこうと思うケースがあると思うんですね。今日はそういうお話です。はい。どんな選択肢があるかなって調べたときに、大きく2つあるかなというところでした。で、1つはタイル、もう1つはクッションフロアというものでした。で、1つのタイルっていうのは、シール式のものと吸着式のものっていうのがあって、シール式のものっていうのはペラペラの木目とかがついてるものをペタペタ貼っていくような感じで、吸着式っていうのは、ちょっとシールではないんですけれども、なんで床にね、接着剤が残らないようなタイプのものなんですけども、そういったものでもね、ペラペラのものとか、木のものとか、カーペットのものとか、いろんなタイプがね、あったりして、中にはね、この木のものの中には、無垢の木のものもあれば、あとはあれですね、本当にフローリングみたいなのをクリック式みたいなものがあったりというところがあって、結構いろんなね、種類のものが、どれがいいんだかなっていうのが全然ね、わかりにくかったりするんですけれども、このシール式のね、ペラペラのもの、これね、粘着式っていうのがあったりするんですけど、粘着式のものに関してはね、これ例えば跡が残っちゃったりするんですよ。で、跡が残るとね、賃貸の場合ね、良くないので、跡が残るっていうのはやりたくないなっていう感じではあるんですよね。なので、基本的にはこの吸着式っていうので行きたいなっていうところが気持ちとしてあったんですけれども、いろいろね、調べてみると結構値段が違うんですよね。で、この木とかね、こういうのになってくると結構高いです。ペラペラの吸着式とかシール式、この辺はね、結構安いし、あとカーペットもまあまあ安かったりしますね。私ね、最初考えた時に、このシール式のペラペラのやつの粘着タイプなんだけど、跡が残らないやつっていうのがあって、それをですね、注文して、ですね、結構広くて13畳分あるので、16畳分買ってですね、一生懸命引きました。でですね、これ見ていくと、まずね、床をね、綺麗に掃除します。でね、私これさずっとね、クイックルワイパーで掃除したら、もうめちゃくちゃ汚かったです。でね、タイルをね、平らに置いていく。重し乗せながら平らにやって、その後、整列調整。置いてから剥がして貼る。だから先に置くんですね。だから先にこれ置いていい感じかどうかチェックして、その後に、仮置きが終わった後に貼る感じですかね。まずですね、説明書読むと、これ自体を平らにするという作業が必要らしくて、そのためにはこれを平らに展開した後に30分ほど重しを置くことで平らになるって書いてあるんですよね。これね、今ね、これの上にね、さらに重しを乗せたんですけど、結構ね、この反りが激しくてですね、なんでこんなになっちゃってんのっていうぐらいね、輸送効率考えたら仕方ないんでしょうけどね、結構伸ばすの大変そうです。というわけでね、18畳分買ったんですけど、重しがなくてね、それ自体で重しを作ってるみたいな状態になってます。ちょっとね、後で重し持ってきて、ちゃんとね、重しで伸ばせるようにしないといけないですね。というわけでね、これ多分貼っていくときにね、まず床に敷き詰めて、その後にこの下のテープの部分出していくみたいなんですよ。若干のね、粘着物があるんですけど、そうしていきましょう。はい、じゃあ行きましょう。じゃあこういう感じでね、ここね、場所ね、ちょっとね、他の部分やっていこうかな。一個ずつこれ、裏剥がしながらね。っていうようなやり方で言うと、全面で、そんで、ここにもう貼っちゃう。で、下の、もともとあるフローリング、こちら、各箇所にいう感じで、ここから先はちょっと切らないとダメそうですね。角っこをね、ちょっとやるんですけど、角ね、こんな感じで、こんな感じになってます。はい、こんな角ね、なってます。ここの部分ね、ちょっと切っていくんですけど、どうやってこうやって、ちょっと折り目をつけて、折り目を。はい、というわけでね、角、ちょっとね、こう切って、いきました。はい、こうね、うまくね、ちょっと折り目とかつけて、この辺かなってやって、その後でね、カッターやってみました。で、ちょっとね、微調整。もうちょっと切った方がいいかな、気持ちね。っていう感じなんですけど、やってみましょう。はい、というわけでね。さあ、そんな感じでね。時間かかってきました。この隙間4.5ですね。この4.5を埋めていきましょう。途中までやってみたんですけど、この赤いシールがついてまして、これを使うと多分というか、この裏のビニールが多分取りやすいんだと思ってるなと思いました。違うな。そういうわけじゃない。取りやすくはなった。はい、おはようございます。昨日ね、夜やってですね、まだ終わってないんですけど、大体ね、9割ぐらい貼り終わりました。でね、端から貼っていくとですね、こういくと、必ずですね、脇がね、ちょっと余るんですよね。で、ここをですね、どうやっていくかっていうのが、爪みたいな感じですね。この上は、切って貼っていくみたいな感
どっちかっていうと張り始めをこっち側にするとこっちがしっかり詰まった状態で最後こっちが余白が出る。どっちが余白が出た方が使い勝手いいかっていうのを考えてどっちから貼っていくかっていうのをやった方がなんかいい感じがしますね。これね見てもらうと分かるんですけど、やっぱこの裏のねシールが。というわけでねトイレもねちょっとやっていこうかなと思います。トイレどうやったしいですか。これかな。なるほどね。どこに開けたのかな。あとはね、かな。すごい。こんな感じですかね。ちょっとなんかこんなもん気持ちいいよね。ちょっとなんですけど、こういう感じか。そうですね。いやこれはやっぱね、やってるとそれなりになんか違うでしょ。というわけでね、一旦貼り終わったかなという形です。こんな感じです。そして横に貼りました。横にも隙間が出てるところを隠しました。で、これが風呂場です。そして、トイレですね。これね、4.5畳の部屋です。なんとなくね、ざっと見たところ、できてるかな。細かく見てる隙間とかね。まあ、それで引いたんですけれども、大きな問題があって、そもそも、建物は鉄筋コンクリートなんですけれども、鉄筋コンクリートの上にクッションフロアが引かれているというのが初めの状態で、その上にタイルのシールを貼ってたんですね。で、やっていくうちに気づいたのは、とても床が寒いんですよ。まあ、ほぼコンクリそのものの上にタイル引いてるような状態で、まあそうするともうコンクリの温度というか冷たさそのままだったんですね。で、例えばスリッパ等の履物を履いてないと寒くて冬はね、いらんないみたいな状態でした。で、これは困ったなと、そのタイルは引いたんですけれども、その寒さを予防するためにもっと何か上に引かないと、ちょっとこれは過ごしづらいなという感じになりました。というわけでね、今ね、最初ね、借りた段階ではこのコンクリがあって、クッションフロアがあって、で、その上に私自分でですね、もう一層、ここにタイルつけました。シール式の。で、このタイルっていうのは全然ですね、鉄製というものが基本的にないんですよ。例えば、クッションフロア。これは結構断熱性があるという話がある、いうのもあり、で、だからこの上にさらにクッションフロアをつけるっていう選択肢も、まあ、断熱って意味ではありかなと思いましたが、他の選択肢で木とかカーペット、これだとどうだろうっていうのが気になりますよね。で、クッションフロア行ってもいいんですけど、この2つもなんか良さそうなのでどうだろうということで、サンプルを取り寄せてみました。で、他の人のなんか動画とか見ると、やっぱりこの手のことをやってる人たちは、やっぱり実際サンプルを取り寄せた方が、まあ間違いなくできる。買っちゃうとね、結構数万円とかするものなので、そういうのが大事だなっていう話を結構聞いたので、私もね、サンプルを請求してみました。というわけでね、いくつかサンプルをですね、取り寄せてみました。木とカーペットなんですけども、木はですね、普通のフローリング材みたいなものもあるんですけれども、中にはですね、無垢材、本物の木ですね、これを提供しているところもございまして、この床張りタイルっていうものですね、を出している会社さんがあるんですけれども、そうですね、まあ、西栗倉森の学校っていうところですかね、まあ、会社さんあって、こんな形で無垢の木のフローリング材とかタイル式のものですね、タイル式の要は正方形のタイルやってたりとか、あとはフローリングの形式なんですけれども、賃貸とかもうすでに床がある上に乗せるタイプ形で施工というか乗せて使える、裏がこういった吸着式で滑らないようになってるようなものもあったりという感じですね。で、実際にこう感覚どんなものかっていうのをやっぱり肌で感じてみたいなっていうところでね、これはね正方形のもののサンプルなんですけれども、杉ですね、杉の無塗装と、あとヒノキですね、ヒノキのこれ塗装してるやつとヒノキの塗装してないやつで、やっぱりヒノキの方がちょっと値段が高いんですけれども、まあ、ヒノキの方がいろいろこう性能的にもいいし、傷がつきにくかったりと水に強かったりとかいうのがあって、まあ、ヒノキか杉かっていう意味だとヒノキの方がやはり性能は高い。まあ杉は値段安いけれどもっていうような感じです。私結構無垢のこういう木が割と好きなので、これね非常にいいなと思ってますが、お値段ね結構高いですよね。多分6畳での一間でやったら多分5万とかそれぐらいかかってもおかしくないぐらいの感じなので、家全体にやって例えばそれが十何畳とか
ね、ある場合は結構のお金がこれ全部やっちゃうね。使い方として、やっぱり全体に貼るというよりは、一部使いたいところだけ貼るっていうやり方もですね、あるというふうにちょっと書かれてますね。例えばですね、この部分仕上げとか、一部だけでやるとか、カーペットみたいに作るとか、または全部貼るとか、一部本当に必要なところだけやるとか、いろんな使い方ですね、あるので、基本的にはこの裏側についてる部分で滑らないので、置いたところに対してしっかりとこうフィックスしてくれるような感じなんでしょうね。で、ちなみにこれなんかどれくらいの厚さかなっていうところを見たときに、ですね、だいたいゴムの部分も含めて 1.5ですかね。1.5 センチぐらいの厚みがありました。床がドアと干渉しないとか、そういうところも大事になってくるのかなっていう感じですね。はい。というわけでね、これね、床なんですけれども、ちょっとドアのね、部分と干渉しないかっていう 1.5 センチね、見てみます。ドアのね、縁ここで、多分ね、ドアの縁のところが、多分こう、一番低いところからですね、多分結構の高さあって、多分本当にこれ昔はちゃんとフローリングがしっかり貼られたんじゃないかなっていう感じですけど、それを多分取っちゃったんでしょうね、これね。取っちゃって、コンクリの上にクッションフロアだけ貼るみたいな施工に、されたんでしょう。もともとはもうちょっとちゃんとした字がします。はい。ね、こんな感じ。これでドアの開閉も全然できます。全然ここね、クリアランス、多分5ミリ、1センチぐらいあるのかな？クリアランス1センチぐらいあるので、全然ドアの開閉は問題ないです。続いては、カーペットですね。見ていきたいなと思うんですけれども、このカーペットもですね、いろんな東レさんとか三月さんとか、いろんなところで出されてるんですけど、私のこのタイルのカーペットですね。なので、これも正方形のやつで、これもサンプルなので、実際のものよりは、小さい、大きさかなっていう感じですね。で、カーペットタイル、ね、これ三月の NT355 っていうやつですね。なんで三月さんがいいかとか、メーカーさんによってね、その材質の感じとか全然違います。とある方が見て、やっぱ三月さんがなんかいいっていう風に言ってたんで、取り寄せてみました。いろんな色もあって、結構ね、カラフルだったりもできますという感じですね。で、これもね、結構厚みで言うと、割と、そうですね。これ見ていただけないかもしれない。5ミリぐらいですね、大体ね。5ミリです、厚みで言うと。なのでね、5ミリぐらいの厚さで使えるっていう意味ではいいですし、これ結構ね、床に置いたんですけれども、床に置いた時に、なんていうか、やっぱ滑るかな。じゃあ、こう歩いたりとかする時に、やっぱり粘着してるわけじゃないので、接着されてるわけじゃない。動くかなっていうのをちょっと気になったんですけども、ちょっと床に置いてみて、その上に乗ってみたりとかすると、全然そんなに動く感じはやっぱないですね。やっぱレビューとか読んでても、動く感じがあまりないっていう風に書かれてたので、確かにこう、思いっきりこう動かすようにやろうと思えば動いちゃうんでしょうけれども、普通にこの上で生活している分には、ほとんど動かないみたいな感じになるんじゃと思う。で、やっぱり気になるのはやっぱその断熱ですよね。断熱がどこまであるかっていうのはなんとも言えないんですけども、このやっぱ厚みがしっかりあるので、その厚み考えると、割としっかりとですね、断熱が期待できるんじゃないかなっていう感じではありますね。直にです床に置いてみても、やっぱそこそここれはあったかいというか、あんまり冷たさを感じない感じですね。これ毛になってるのでいいかなと思いますし、で、こちらの木の本もこれ値段結構高いんですけど、かなり厚みが 1.5 センチあるので、木がぬくもりみたいな感じができるんじゃないかなっていう気持ちになってきますね。サンプル取り寄せる。ちょっと実際やってみて使ってみてどうかっていうのはあると思うんですけれども。というわけでね、値段的に言うと、三月さん、これね、だいたい300、400円いかないぐらいですね、1枚。これちょっとサンプルが小さいんですけど、もっとこう大きいやつで、1枚400円ぐらい。なので、例えば6畳とかやると、どうでしょうね、3000円とか5000円とか、そんなわかんない。1万円ちょっといかないぐらいですかね。これだともうそれで、木だとね、数万円いってしまうという感じみたいなので、場所によってちょっと使い分ける感じかなというふうにちょっと私は思っているというところです。という感じでね、床の冒険というちょっと話をさせていただいたんですけれども、賃貸でね、床をきれいに使うっていう時に、いくつか選択肢があるなっていう思考で、ちょっと調べてみて、いろいろあるので、どれがいいかって結構、やっぱりその肌感わからないので、そこはちゃんとサンプルというか実物を見るのが一番いいなところでございましたというところですね。賃貸物件なんかでね、コンクリートの上にクッションフローだけ乗ってるみたいな物件もあって、冬めちゃくちゃ寒いので、断熱を気にするって意味では、やっぱり断熱性の高いものっていうのを選んでいきたいですし、クッションフロアまたさらに貼るっていうのもいいですし、木を貼る木のものとかカーペットのものとかお好みで貼っていくっていうのもいいかなっていうふうに思ったという
じですね。クッションフロアは、5歩から外して、どちらかというとこのカーペットとか木とか、そういうのでいこうかなと思いますね。カーペットとか木とかね、クッションフロアの場合やっぱ接着を何らかの形でしなきゃいけないんですけれども、木とかこのカーペットの場合、この吸着式っていう滑り止めがついてる感じでできるので、そうすると結構施工しやすいというか、基本乗せてるだけなので、やりやすいなって感じたので、そういった方にしていくというふうに考えたっていう形ですね。